2026年決定178万円の壁は嘘。知らないと損する働き方。2026年178万円の壁が動きました。このニュース見た人も多いと思います。じゃあ178万円まで自由に働いていいのか、そう思いますよね。でもここかなり重要です。実はこの話、半分正しくて半分危険です。知らないまま働くと頑張ったのに手取りが減る、そんな状態になる可能性があります。今回は2026年の最新情報をもとに何が変わったのか、そしてどう働くのが一番損しにくいのか、わかりやすく解説していきます。まず結論です。税金は軽くなる方向です。でも社会保険は広がる方向です。ここをセットで理解しないとほぼ確実に判断を間違えます。そして今日一番大事なポイントです。いくら働いたら扶養から外れるのか、ここをわかりやすく説明します。まず基準は2つあります。1つ目、週20時間以上働く。2つ目、月収約 8.8 万円以上。この2つを満たすと社会保険に加入する可能性が高くなります。つまりシンプルに言うと、週20時間以上、月収約9万円以上。ここが一つの分かれ目です。さらに会社の規模も関係します。大きい会社ではこの条件に当てはまると加入対象になりやすいです。一方で小さい会社では年収130万円未満なら扶養内に収まるケースもあります。ここで重要です。社会保険に加入すると基本的には扶養から外れる状態になります。ただし注意です。これは社会保険の扶養の話です。税金の扶養とは別なので控除が残るケースもあります。ここかなり勘違いされやすいです。ではここからが重要です。2025年の制度改正でこのルールが変わることが決まりました。ポイントは2つです。1つ目、月収 8.8 万円の条件は将来的に撤廃される方向です。つまり収入が低いから大丈夫という考え方が通用しなくなります。2つ目、会社の規模条件も段階的に縮小されます。つまり将来的には週20時間以上働く人はかなり広い範囲で社会保険の対象になります。ここが一番重要です。これからはいくら稼いだかではなく、どれくらい働いたか、これが大きな基準になります。ここで一度整理します。今までは収入で判断、これからは労働時間で判断。この変化が起きています。ではなぜ働くと損が起きるのか。理由はシンプルです。負担が一気に増えるからです。具体例です。年収100万円、負担なし、手取りほぼそのまま。年収110万円、社会保険加入、年間15万から30万円の負担。結果、手取りが増えない、むしろ減ることもある。これが年収の壁の正体です。ここでよくある勘違いです。少しだけ増やせばいい。これは一番危険です。負担だけ増えて収入が足りない。これが一番損するパターンです。では、ここから具体的なケースで見ていきます。ケース1、扶養内で働く人、週20時間未満、年収100万円前後。この状態なら社会保険なし、税負担なし、安定した働き方です。ケース2、ちょっと増やす人、年収110万円前後、週20時間以上。この場合、社会保険加入、負担発生。結果、手取りが伸びない。ここが一番多い失敗です。ケース3、しっかり働く人、年収160万円以上。この場合、社会保険は払うが、収入でカバーできる。さらに、厚生年金が増える。長期的には、プラスになります。ここが重要です。中途半端が一番損。これだけ覚えてください。では結論です。年収100万円前後、安定ゾーン、106万から130万円。注意ゾーン、160万円以上。回収ゾーン。そしてもう一つ重要です。週20時間。これが今後の最重要ラインです。ここを超えるかどうかで大きく変わります。最後にまとめです。178万円は税金の話、社会保険は別ルール、加入対象は広がる、週20時間が分かれ目。そして一番大切なのは知らないまま働かないこと。これです。あなたはどう思いましたか？扶養内で働く方がいいと思いますか？それともしっかり働く方がいいと思いますか？ぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは知らないと損する話を分かりやすく解説しています。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。